皆さんこんにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アミです。今日はなんと私の誕生日らしいので、祝誕生日っていうことでいっぱい食べたいと思います。それではどうぞ私のバースデー Vlog をご覧ください。最初に訪れたのは人生初のチームラボ。予約制だったけど到着すると建物の前にはたくさんの人が並んでいて、入場前に30人くらいまとめて館内の説明がありました。ご飯を食べ始めるのは4分8秒くらいからなので、食べ物に興味津々の皆さんはそこまでスキップしてください。今回訪れた豊洲のチームラボはガーデンエリア、フォレストエリア、ウォーターエリアの3つのエリアに分かれています。遠目から見たら気にならないけど、近くで見たら根っこが丸見えでなんだか不思議でした。アートだね。ここの卵たちは昼間見てもおしゃれっちゃおしゃれだったんですけど、よく見ると中に機械が入ってるのが見えるので、どうやら暗い時間に来ると光り輝く神秘的な卵が見られるみたいです。次に入ったフォレストエリアには触れると姿の変わる光とか、アプリを使って参加できるアクティビティなど、見るだけではない参加型のアートが展示されていました。このイラストみたいにしたかったんですけど、そんなに細かくは動いてくれないみたいです。豊洲のチームラボには調べた感じ、他のチームラボよりも子供も楽しめるアートが数多く展示されているみたいです。さっきの光の粒のところもここも原理が全然わからないんですけど、プロジェクターから投影されている小人たちにブロックを当てるとケーキになったり道ができたりってすごかったです。最後のウォーターエリアはウォーターエリアって言うけど、水に濡れるのは最初の坂道と最後の方に出てくるお部屋の2箇所だけでした。ちなみに床が鏡のお部屋とかもあるので、チームラボはスカートではなくズボン推奨みたいです。私もスカートの中にちゃんとズボンを履いてきました。チームラボの広告でよく見るお部屋もウォーターエリアの奥の方にありました。ここでラーメンを食べることもできたんですけど、あまりにも高級ラーメンなので、代わりに近くの屋台でたい焼きを買って次の目的地に向かいます。次はアートアクアリウム美術館銀座っていうたくさんの金魚の美術館に行くんですけど、その前にささっとお昼ご飯を食べます。スープがめっちゃあったかくて体が温まります。ケロケロ。ということで食べ終わったので、早速金魚たちに会いに行きたいと思います。浮いたり漂ったり瀕死の金魚さんは1匹もいないから、ちゃんとお手入れされてるんだろうなって思ったんですけど、こんなに立派な水槽をどうやってお手入れしてるのかめっちゃ気になります。
インスタで見た時はめっちゃ映えスポットみたいな紹介の仕方をされてたんですけど、実際来てみると展示は綺麗だけど結構他のお客さんが多くて、あんまり素敵な写真を撮るって雰囲気じゃない気がしました。次はご飯の前にマッサージを受けに行ってきます。ラブブってお洋服を着てる子もいたんですね。雪だるまラブブちゃんめっちゃ可愛いです。マッサージに癒されてちょっと眠くなってきちゃったんですけど、ご飯を食べに行きたいと思います。乾杯。ネギッシュのテールスープを想像しながら口に入れたらめっちゃスパイシーでびっくりしました。バーガーはバンズの甘さに粒マスタードの酸味がめっちゃ合ってて美味しかったです。ギリギリ食べれる厚さのカレーはしっかり具材が入ってて美味しいです。このサラダの入った器、私のお父さん愛用のコーヒーカップに激似。お誕生日を感じるお皿にお肉が乗ってて感激です。キムチからごま油を感じる。家で食べる時もつけたら美味しいかも。すだちの入ったスポイトの刺さった冷麺。食後のデザートはすだちに引き続き柑橘系の柚子のシャーベットでした。ということでお誕生日なのでアートとマッサージで癒されていろいろ食べれて素敵な一日になりました。まだ食べ足りないのでカットケーキとシュークリームを爆買いして思う存分お家で食べようと思います。ビアードパパのコロネって食べたことなかったんですけど、めっちゃサクサクで目玉が出るくらい普通のシュークリームよりも美味しかったので、食べたことない人はぜひ食べてみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。カエルの歌が聞こえてくるよ。ケロッ